は。 IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回は最新の IKEA の収納用品と収納アイデアを紹介していきます。 IKEA はお手頃な価格で機能的な収納グッズがいろいろ売っています。今回はクローゼット、押し入れ、キッチンなど場所別に特におすすめな収納グッズや収納アイデアを紹介していきます。あと注目の新商品も紹介しますので、ぜひ最後までご覧になってください。まずは早速新商品から紹介します。やっと見ることができました。ずっとね、気になるって言ってたこちらのラタンのワゴン、やっと実物を見ることができました。思ったよりそんなに大きすぎなくて可愛いなと思いました。今一緒に写っているこのラタンのデスクと同じシリーズなんですけども、こちらの棚板は月板仕様になっていました。キャスター部分もちゃんと木目っぽい感じになってるんですよね。奥行きがデスクとちゃんと合うように作られていました。普通に単品使いしてもとっても可愛いワゴンだなと思いましたね。一番下の段はかなり深さも高さもあるので、収納力としても結構ちゃんとあると思います。これは人気出そうですね。こちらのチェアも最近出た商品です。で、もう一つ新商品を紹介します。先ほどのと同じシリーズのこちらのラタンのチェストが新商品で出ていました。扉はプッシュオープン式っていうんですかね、押したら開くタイプでした。こちらのシリーズはちょっと上に映ってましたけども、ウォールシェルフとチェアとオットマンと先ほどのワゴン、デスクとかなりシリーズを厚めに揃えてきてますね。コーディネートしやすくなっていますね。はい、では早速クローゼットの収納から見ていきましょう。こちらは浅めのクローゼットになっておりまして、まず天袋にドローナというボックスを置いてますね。ドローナというボックスは最近値下がりしました。紙製のボックスになってます。あと他にもスクープという商品もあります。こちらの方が有名ですかね。私のこの奥行きの浅いクローゼットなんですけども、こちらでも天袋に、このスクープを使って収納しています。あまり使用しないバッグや思い出の品をしまっています。今回ちょっと捨て活をして箱1個分空になったよと喜んでおります。もっと高さや奥行きのあるクローゼットの場合はこちらのサイズのスクープがおすすめです。チャック式のスクープでは3種類あって、その一番小さいサイズでして、寝具など洋服などをしまうの定番なんですけど、私は子供用の作品をしまうのにとてもおすすめしています。うちは子供部屋にこのようなちょっと深いクローゼットがありまして、ここは奥と手前にスペースを分けて考えて収納を使っています。手前のスペースはワゴンを使えば有効に使えるなと思っています。ワゴンであれば出し入れが簡単ですし、このワゴンには学用品をしまっているんですけども、引き出しと違って投げ込み式なので子供でも簡単に整理ができます。こちらのクローゼットの中には E バルという棚を入れて整理しています。E バルはモジュール式で自由に棚板の場所とか、あと拡張性がある棚になっていて、アレンジがしやすいのが特徴です。また価格もとてもお手頃です。一番下に棚板が来ないようにすることもできるので、ワゴンだったりこのようなキャスター付きの台を置くことも可能です。こちらの台は無印よりもコスパがいいよとフォロワー様から教えていただいたことがあります。この E バルは奥行きも2種類あります。このようにパントリーみたいに使うことも可能です。E バルにはいろいろなオプションもあって、このように扉やデスクなどのオプションもあります。我が家でも使っています。E バルは奥行きが50センチのものと30センチのものがあるんですけども、うちのは30センチタイプです。組み立ては本当に簡単でした。続きましてはこちらのクローゼットに入っているヨナクセルを紹介します。ヨナクセルは奥行きが51センチの収納モジュールになっています。この今左に映っている粗めのメッシュバスケットや右に映っている細かいメッシュバスケットなど、また最近このようなインサートボックスも発売されました。これで中を仕切ることができます。奥行き51センチっていうことで
割と深さのある押し入れなどにも置くことができます。こちらの押し入れの収納アイデアはですね、とても面白くて、ヨナクセルの右側にこちらはムーリングというハンガーラックを置いています。これとってもお安いんですよね。またこのようにスクープを置いて立てて寝具を収納しています。あとヨナクセルは結構安いのも特徴ですね。こちら左に写っているのはおもちゃ収納で有名なトロファストです。トロファストにこのようなメッシュバスケットがあるのをご存知でしたか？カラーバリエーションもありますし、それこそ衣類なんか入れても良さそうですね。こちらは壁面収納システムの棒アクセルシリーズです。こちらは支柱をネジで壁に設置する必要があるんですけども、奥行きが40センチなのでクローゼットの中で使用することも可能です。このようにポールや引き出しなどのモジュールが豊富に揃っています。メッシュバスケットですね、こちらに写ってますけども、このようにクローゼットの中だけでなく洗面所で洗濯機の上に設置したり、いろんな使い方ができる収納です。横に壁がない分すっきりしていて空間を有効に活用することができます。 IKEA の有名な収納システムパックスってあると思うんですけども、あれよりも全然お手頃な価格で入れることができます。続きましてはキッチンです。こちらの壁面収納はスコーディスという私が大好きな壁面収納シリーズです。こちらもアクセサリーが豊富でいろいろアレンジしやすいのが特徴になっています。スコーディスはネジを使わずに設置することも可能ですので、ネジに抵抗のある方にもおすすめです。詳しくは概要欄に書いておきます。はい、でこちらのインサートシェルフバリエラがとってもおすすめです。このようなちょっと重たそうなキッチン家電を置けちゃうスチール製のラックです。これはね、ほんとめちゃくちゃおすすめなんですよ。こちらのルームセットは、IKEA 船橋にある IKEA 東京ベイ店の、収納アイデアが満載のルームセットでした。結構リアルに作り込まれてて、はい、勉強になりました。こちらがバリエラです。バリエラはサイズ違いのものを2つ組み合わせるとこのように伸縮できる棚板になります。こうすることで棚を端から端まで空間を区切ることができて有効に使うことができます。ほんと頑丈なのがいいんですよね。続きましてはキッチンカウンターで使えるものなんですけども、突っ張り式のラックが IKEA にもあります。これも最近値下がりされてかなりお手頃価格になりました。このようにトレイやフックなどをアレンジして使うことができるものになっています。こちらは突っ張り式なのでネジ穴など開ける必要がないのがいいですよね。このようなポールもネジじゃなくて石膏ボード用のピンで設置することは可能なんですけども、こういう風に前に飛び出してね来るような棚の場合はちょっと荷重が多くかかってしまうのでちょっと心配かなと思いますね。こんな感じで先ほどの突っ張り式のレールのオプションはいろいろ売っています。続きましてキッチンカウンター下に使える収納について紹介します。こちらはとても薄いんですけどもベストシリーズなんです。ベストシリーズのこんな薄い棚があるんですね。でこちらはちょっと厚みがあるこんな棚も置かれていました。でまたよくワゴンが置かれていると思うんですけども、こちらは我が家でも使っていまして、先ほどもちょっと見せましたけども収納の手前で使っているものと、こちらはですねもうちょっと小さいサイズのロースフルトワゴンっていうものがあります。先ほどのロースコグワゴンよりも小さいのでダイニングの下に使うこともできるんですね。ここの、ダイニングの横にあるラックをロースフルトワゴンに置き換えたいと思います。ちょっとこのラックも IKEA のものですけどもとても気に入っているんですけども、ちょっとカビがねついに生えてしまったので交換したいと思います。ちょっとねここで植木置いてたんですよね。それでちょっとカビちゃいました。ラックはすごい軽くっておすすめです。移動がしやすい。でこちらロースフルトワゴンです。もちろんダイニングのね高さとか形状にもよるかと思うんですけども、ダイニングの下に置くことができるのはメリットがありますね。ダイニングやリビングでよく使う小物を収納しています。ハンドクリームや体温計や虫刺されの振るやつとかも入ってます。あ
あとはスマートスピーカーと、そもそもなんでここに収納が必要かっていうと、電源タップをねちょっとここに置きたかったんで、ちょっとこれで目隠ししている感じです。一番下の段ですね。でクッキースの中に、タップが入っています。手前にはティッシュが置いてあります。ロースフルトワゴンでダイニングのちょっと見えないところに置くことができるので、パッと見すっきりさせることができます。またロースフルトワゴンを中を仕切りたい場合なんですけども、私はセリアで買った、どこでも多分ダイソーでも売ってると思うんですけども、ライフトレイというシリーズのボックスを使って中を整理しています。ライフトレイがいい理由は、高さが 70mm でロースフルトワゴンの竹の蓋を閉めることができるからです。またいろんなサイズ展開もあるので、しまいたいものによっていろいろ組み合わせることもできます。これは無印のスチロール仕切りスタンドが入っています。またロースフルトワゴンなんですけども、このように夏休みなど長期休み中の子どもの宿題などを入れて、勉強セットみたいなの作ったりもして使っています。リビングのごちゃごちゃしたものを収納するのにいいと思ってます。続きましては、割と最近登場した新商品を紹介します。こちらはカラックスのテレビ台です。カラックスがちょっと変形してちょっと長方形の部分ができたんですよね。でテレビ台の高さにちょうどよくなりました。このようにカラックスなので、引き出しや扉など豊富なインサートを使うことができます。またこれはどうしても紹介しないかんと思ったんですけどもベリーっていう有名な本棚がありますけども、それの扉でですね、こんな可愛いのが出てしまいました。もうやめてください、本当にもうめちゃめちゃ可愛くないですか。結構中にこれ本入ってるんですけども、わからないぐらい目隠しされてますよね。パッと見すっきり見えています。ナチュラルな雰囲気とたまりませんよね。本当にめちゃくちゃ可愛いです。ちなみにちゃんとこのハーフサイズのものも売っています。ベリーは本当に汎用性の高い収納棚ですよね。はい、皆様いかがだったでしょうか。私は棒アクセルが今回改めてすごくいいなと思ったのでポチりました。設置頑張ります。ぜひ皆様のおすすめの収納グッズあれば教えてください。コメントお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまたすぐ次の動画でお会いしましょう。